こんにちこんにちは。は。私たちは2021年に日本一周をして、その後北海道に移住しました。はい、2年間北海道に住んだ後、地元である大阪に帰ってきました。はい。今回の動画では北海道に2年間住んだので、その振り返りも兼ねてお話をしていきたいと思います。はい。以前移住して1年目の時に北海道に住んで良かった点だったり、困っていることなどの動画も上げているので、そちらも合わせてご覧ください。はい。今回の動画のメインのお話としては、僕たちが北海道のどこに住んでいたかっていうのをお話していきたいと思います。はい。以前から住んでいる場所というのは僕たち公表してなかったので、もう今北海道を離れたので、それをついにお話ししたいと思います。はい。今まではちょっと防犯上のこととか、いろんな目に考慮して住んでる場所っていうのは言ってなかったんですけど、北海道すごい広いから、場所によって結構雪が降ったりとか寒さだったりも異なるから、知りたいっていう声もコメントとかでよくいただいてたんですが、もう北海道にいないのでお話ししようと思います。はい。で他にもコメントで北海道に住んで驚いたこととか、なんかあるある気づいたことってありますかっていう質問もいくつか来ていたので、それも合わせて今回はお話ししたいと思います。はい。どこに住んでいたかっていうのは動画の後半でお話ししようと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければ嬉しいです。はい。そもそも私たちの話なんですけど、私たちはそれぞれ2人とも大阪出身で、北海道に住むまで西日本にしか住んだことがありませんでした。はい。なので北海道に住むのはもちろん初めてやったし、そもそも東日本にも住んだことはこれまでありませんでした。だからそういう点で結構北海道の文化について驚いたことがいくつかあるので、まずはそれを話したいと思います。はい。前回1年目の時に上げた動画の中でも、北海道あるあるというお話をさせていただいてますので、その時上げたもの以外で新たにお話ししたいと思います。はい。北海道あるあるたくさんあるんですけど、一番多かったのは食文化にまつわる驚いたこと。これがたくさんありましたので、ご紹介していきたいと思います。そもそも西日本と東日本でかなり食文化って違うと思うんですけど、北海道はその中でも一番端っこにあるから、かなり独特な食文化をしてるなって移住してからずっと思ってました。はい。まず一つは、以前ちょっと何かライブとかでお話したことあるかもしれないんですけど、おせちをお正月じゃなくて大晦日に食べるということです。はい。これは北海道の人に聞いてるな。そうそうそう。ふとした北海道の方との会話の中で、おせちの話、お正月の話になって、北海道では大晦日に食べるということを聞きました。すごい驚いたよな。僕たちとしてはおせちは正月に食べるものとして当たり前のように育ってきてたので、なんかその大晦日に食べるという概念がもともとなくて、それを聞いた時はめちゃくちゃびっくりしました。はい。なんか以前多分ちょっとお話ししたんで、その時になんか東北の一部の方も大晦日に食べる地域があるみたいです。もしかしたら北海道の中でも全然正月に食べるよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そうやな。ずっと北海道に住んでる方とかは基本大晦日に食べるんかな。僕たちは大晦日は普通に食事して、年越しそばを食べる文化でした。北海道の人はじゃあ年越しそばは食べるんかな。ちょっとそれもコメントでぜひ教えていただけたらと思うんですけど、普通に大晦日は年越しそば食べて1日におせち食べるっていうのがなんとなく私たちの今までの常識というかだったんですが、北海道に来てそれが覆りました。はい。北海道の方に話を聞くと、結構大晦日に豪華な食事を食べるみたいな感じらしいです。でお正月はその余りもんというか、なんか大晦日に残ったおせちとか料理を中心に食べるとおっしゃってました。はい。2つ目は料理が基本的に甘いというところで、茶碗蒸しも甘いです。北海道に来てなんか旅館とかかなで茶碗蒸しを食べた時になんかプリンみたいな、ちょっと甘めの感じで驚きました。寒い地域やからっていうのもあるかもしれないんですけど、結構味は甘めで濃いものも多いです。茶碗蒸しに関して言えば甘いだけじゃなくて、中に入ってる銀杏、通常だったら多分銀杏が入ってると思うんですけど、それも栗が入ってて、なんかそれはすごい嬉しい。なんか銀杏そんな好きじゃないからそう美味しいなと思ってました。これは北海道だけなのかな。僕たちはほんまに銀杏が定番、茶碗蒸しに入ってるものといえば銀杏だったんですけど、北海道では栗、もしかしたら東北とかもそうなのかな。そうかもな。もしかしたら地域によってはそういうとこあるかもしれないですが、最初びっくりした。だから甘いから、まず食べて甘いからプリンみたいってなってさらに奥の方に栗が入ってるから2度驚いた食べ物です、なんか他にも納豆に砂糖を入れたりとか、なんかアメリカンドッグにも
砂糖をまぶしたりとか。そうそう、なんかセコまでなアメリカンドッグ買ったら砂糖をかけますかとなる。まあ僕たちは買ったことないんですけど、なんかそういう食文化です。なんか結構甘いものが多いのかなと思ってます。3つ目のあるあるは麺味という調味料です。はい、皆さんご存知でしょうか。まあ、北海道の方はもう全員知ってると思うし、なんやったらまあどのご家庭にもあるんじゃないかなと思います。これはまあなんやろな、いわゆるめんつゆでいいんかな。そうやな。なんか結構濃いめのめんつゆです。魚介の、まあ、ホタテとかそういうものを使った出汁が入ってるめんつゆです。一回これを使うとなんか普通のめんつゆでは満足できないというか、それぐらい旨味が強いめんつゆで、私たちも愛用してました。はい。まあ、もちろん麺に使ってもいいし、なんか例えば唐揚げ、ザンギを作る時にこう漬け込むタレとして使ったりと、まあいろいろ使うことができる万能調味料です。はい。これは北海道でしか売ってないんかな。そうやな、なんか北海道のスーパーでは絶対売ってるし、あとなんか大阪とかでも北海道物産館みたいな、そういうところだと買えるみたいです。はい。まあ、ほんまに北海道の方からしたらもう当たり前のような調味料なんですけど、多分道外出たらみんな知らないんで、まあそれはもしかしたら道民の方も他のエリアの人知らないんやという驚きがあるかもしれません。はい。まあ、ほんまにスーパーの売り場行ったら、ほぼ麺味みたいな、めんつゆコーナーほぼ麺味がいろんな大きさの麺味が売ってるみたいな感じで、私たちも気になって一回初めて買ったんですけど、まあ、ほんまに美味しいからな、ずっと使ってました。まあ関西に戻ってきてしまったんで、スーパーで見かけることは多分ほとんどなくなると思うんですけどまあそういう北海道物産とかでな見かけたら買いたいなと思うぐらい美味しい調味料です。はい。あとはカップ麺とかも、北海道限定とか、まあ、お菓子もそうやけど結構限定商品は多いです。まあ、多分海を渡らないといけないんで、もう北海道にそもそも工場があってもう道内で作ってるんで、北海道限定の商品も結構多いと思います。はい。だから北海道に旅行来たらこういろんなとこ観光行くと思うんですけど、こうスーパーとか行ってなご当地食材を探すのもすごい楽しいと思います。はい。で最後食文化で驚いたことで言うと、餃子の王将に行った時にちょっとびっくりすることがありました。私たち天津飯が好きでよく頼むんですけど、北海道で王将に行った時にタレ、あんかな、上にかかってるあんどれにしますかって言われてるな。選択肢あるみたいなでメニューよく見たら3種類天津飯のタレが選べて、甘酢と塩だれと京風だれと書いてました。でなんかあれ今までタレって選べたっけみたいな、なって、で一番最初にやったのが甘酢だれやってんな。一番が甘酢やったんでちょっとよくわからんかったから、これが定番なんかなと思ってな、甘酢を頼めました。で出てきた天津飯食べたら全然違う天津飯やって、なんか思ってたのと全然違う味付けの天津飯が来て驚きました。まあよくよく考えたら確かに甘酢なんで、酢豚みたいなそうやなタレやなとは思うんですけど、ちょっとメニューを見た時はなよくわからなかったし、一番目に書いてたからそれが定番やと思って頼んだら想像してたのとは全然違いました。はい。でその後な調べてみたんですけど、どうやらこれは北海道というよりかは、まあ、東日本と西日本の違いで、東日本では天津飯のタレが選べると。知らんかってんな、それで西日本で頼むともう選ぶことはできなくて、まあ、そのメニューでいうと3番の京風だれっていうものになります。はい。問答無用で関西では京風だれ出てきてたのに、急にこう北海道の王将行ってから選択肢が与えられてめちゃくちゃびっくりしました。しかも間違って注文したなんか食べたかった味じゃなかったからびっくりしたよな。まあ、それはそれで美味しかったんですけど、なんか食べ慣れてないやつが出てきたんですごい驚きました。まあでも東日本で選べるみたいなんで、例えば東京とかの王将行って注文したらタレは選べるそうです。しかも東日本では甘酢だれがやっぱり人気みたいで、逆に京風だれっていうのはあんまり人気ないんで選べるようになってるみたいです。はい。これは結構驚きでした。まあ多分西日本の人からしたら甘酢だれの天津飯はあんまり好きじゃないと思うんですけどそうやな。まあだからほんま酢豚のタレがかかった天津飯っていう感じ。結構濃いめかな、だから味は、濃くて甘いタレなんでちょっと驚くと思います。まあ、西日本に住んでたらなこの経験はできないんで、もし西日本在住の方で東の方に行くことがあればぜひ王将の王将のタレを選んでみてください。だから逆に東日本の人は西日本来たら問答無用でさ、
京風だれが出てくるから逆にこうびっくりする人ももしかしたらおるかもしれない。まず食べたいのに京風だれが問答無用で出てくるみたいな。王将店はどこにでもある全国チェーンだと思うんですけど、こんな微妙な違いがあるとは知らなかったです。あともう一つは食文化じゃないんですけど、北海道にあるあるというかないないものなんですが、北海道では金木犀が咲かない。僕たちからしたら秋の訪れというのは、金木犀の香りがふわっとこう香ってきたら秋やなって思うんですけど、北海道に2年間住んでて、そういえば金木犀嗅いでないなみたいな話になった時に調べて初めて知りました。はい。で北海道の方に聞いたら金木犀の匂いわからないみたいな方も多いみたいです。そもそも存在を知らない方ももしかしたらいるかもしれへんな。ほんまに短い期間よな、1週間2週間ぐらいかな、金木犀の香りがする時期ってあると思うんですけど、もうどこからともなくふわっと香ってくる甘いいい匂い、これが秋の定番だと思ってたんですが、北海道にはなかったと。寒さに弱いのかな、なので冬を越えれないらしく育たないから北海道には金木犀がないということです。だからそういう植物とかな、動物もそうやけど結構北海道では独自の進化を遂げてたりとかな、そういうのはもっとあるなと思います。でも特に代表的というかな、思いつくのが金木犀でした。はい。動植物は結構特徴的なものが多くて、僕たちも北海道に住んでから結構動物にハマって鳥を探しに行ったりとか、エゾナキウサギっていう北海道にしか生息していない可愛いウサギがいるんですけど、それを見るために山に登ったりとか、そういうこともしました。はい。だから可愛い動物がめっちゃ多い気がする。シマエナガとかもそうやし、本州にもエナガはおるけど真っ白やねんな、北海道のやつは。亜種みたいなのも多くて、北海道独特で面白いなと思ってました。はい。以上が北海道あるあるというか、北海道に住んで驚いたことです。はい。細かく言い出したら多分たくさんあったと思うんですけど、思いついたのがこんなところで、住んでたら日々な細かいことでも驚くことはたくさんありました。はい。ぜひ北海道以外にお住まいの方は北海道に遊びに行った時は、スーパーとかに行ったら結構面白いかな。限定商品とかもたくさんあるんで、その違いを探してみてください。はい。続いては僕たちが北海道のどこに住んでいたかについてお話ししたいと思います。はい。これはもしかしたらお会いした視聴者さんとか、メンバーシップの方にはお伝えしてたこともあるんですけど、動画で大々的に言ったことはなかったので今回初めて言います。はい。同エリアっていうのはもともと言ってたんで、おそらく予想していた方は札幌市に住んでいるんじゃないかと思っていた方がたくさんいると思います。実際お会いした方でも札幌ですよねとか結構言われたりもしたので、そう思われている方多かったと思うんですが、札幌ではありません。そう、僕たちが住んでたのは恵庭市というところです。はい。札幌からも近いんですけど、札幌と千歳市の間ぐらいにある市になります。はい。北海道の方はな、恵庭市どこにあるかっていうのはご存知だと思うんですけど、道外の方はもしかしたらどこみたいな、恵庭市って聞いたことないけどっていう方も多いと思います。はい。私たちも実際北海道移住するってなって家探しを始めてから知りました。日本一周中はちょっと恵庭は通らなくて行ったことなかったんですけど、調べてる中で出てきたということです。はい。で北海道に住んでる方からも恵庭に住んでますって言ったらなんでって結構よく言われたので、まず理由についてお話ししようと思います。もともと日本一周中に家を探し始めたんですが、最初は札幌で探していました。はい。定番というかな、私たちも札幌は何度も行ったことがあったし、なんとなく想像ができる場所だったので、まずは札幌から探し始めました。ただ家を見ていく中で、僕たち車があったので駐車場付きの物件を探していました。そうするとやっぱり札幌も都会の方に行くと駐車場代が高くて、家賃プラス駐車場ってなると、結構な値段じゃないと住めないなとなったので、他のエリアもちょっと広げて視野に入れて探すようにしました。はい。特に札幌は結構都会なので、私たちの車ハイルーフやったから、屋根付きの駐車場とかあるけど、そういうとこには入れられない、青空駐車場になってしまって結構探すのが難しかったです。郊外とか行けばな、多分札幌でもあったと思うんですけど、中心部はなかなか難しいのかなと思ってました。でエリアを広げて考えた時に、ちょっと交通の便がいいところがいいかなと思って、新千歳空港のある千歳市
から札幌の間くらいで探すようにしました。はい。市で言うと、僕たちが住んでた恵庭市とか、あとは北広島市とか、こういう場所も札幌の隣になるので、一応便利な場所ということで、そのあたりも含めて家を探しました。はい。で結構広く探す中で、ちょうど空いていた物件がすごいいい物件だったので、恵庭のその物件にしたっていう感じです。はい。だから最初から恵庭市が良かったというよりは、こういろんな条件見た時に、家賃面だったりとか、車止めれるとか、交通の便がいいとか考えた時にその家になったっていう感じです。はい。で実際2年間恵庭に住んでみてめちゃくちゃ良かったです。結構でも北海道の人にもいい場所選びましたねって言われることも多かったです。なんかすごい住みやすい街だと思いました。恵庭に住んで良かった点というのはいくつかお話しさせていただきます。まずはもう先ほどから言ってるんですが、立地がいいというところです。札幌までも車だと1時間弱ほどで行ける場所になります。で新千歳空港にも30分ぐらいかな、で行けるので、札幌の中心部にも行きやすいし、道外に出る時も空港に近いので行きやすいというメリットがありました。はい。地元が大阪なので、北海道に住んでからも大阪に帰る機会とか北海道外に出る機会は多いなと思ってたので、新千歳空港からもあんまり離れない方がいいかなと思ってその家にしました。はい。で車で札幌に行くのにも新千歳空港行くのにもどっちもそんなに遠くはないんですけど、電車も通ってて札幌まででいうともう30分もかからんぐらい。そうやな、だいたい30分ぐらいで行けました。新千歳やと15分とか20分ぐらいで行けるので、電車で行っても車で行っても札幌と新千歳は行きやすかったのですごい便利でした。はい。私たちはあんまり高速道路は使ってなかったんですけど、インターもあって、そこから道東方面とかそういう場所にも行きやすい街です。はい。基本的には住宅街がある街だと思います。はい。札幌のベッドタウンという言い方が一番わかりやすいかなと思うんですけど、札幌ほど都会じゃないので車とかでも動きやすいし、あとは買い物するのにもすごい便利でした。はい。そういう住宅地なこともあって、スーパーとか公園もすごく多くて、ほんまに住みやすい街やなと思ってました。道の駅も割と新しくて大きな道の駅があって、スタバも入ってる道の駅があります。なんかショッピングとか服とかな、洋服とか買いに行くってなるとやっぱり札幌に出た方がいいかなとは思うんですけど、そういう日常の生活というか、スーパーだったりとか電気屋さんとかドラッグストアとかそういうのに困ることは全くなかったです。はい。でなんか私が言ってた美容師さんに聞いた話なんですけど、その人は恵庭出身で千歳に今住んでるみたいな感じだったんですけど、スーパーがなんか千歳より多い、その人の話なんでちょっと正確に測ったわけじゃないんですけど、スーパーが千歳より多くて、で人口は恵庭の方が全然少ないけどすごいスーパーが多いから恵庭は本当暮らしやすいですよっていうふうに言われました。魚飯っていうすごい有名なスーパーもあって、結構お魚がたくさん売ってるスーパーなんですけど、全国のテレビに取り上げられるスーパーとかそういうのもあって、買い物にはほんまに困りませんでした。魚飯も私たちもよく行ってたんですけど、そこで視聴者さんにお会いすることも何度かありました。その時も千歳から来てたりとか札幌から来ましたっていう方もいたんで、割と大きいスーパーがあるっていうのはすごい良かったなと思ってます。あとはさっき名前挙げた北広島市も隣の市になるんですけど、北広島市といえばエスコンフィールドという日本ハムファイターズの本拠地が新しくできた場所です。そこも家からすごい近くて、僕たちも 2,3 回野球観戦に行きました。はい。で北広島市はアウトレットあったりとか、コストコとかも、近い、札幌の端になるんですけどコストコとかも近いから、北広島も今はかなり住みやすいんじゃないかなと思います。その住みやすさの観点で言うと、冬は雪が少ないです。はい。これは住む前から知ってたわけじゃなくて、住んでから知ったんですけど、新居は札幌より雪が少ないです。やっぱり南に行くにつれて積雪は少なくなると思うんですけど、恵庭とか千歳あたりは結構雪が少ない地域です。はい。だから僕たちも移住した時、最初冬雪やばいんじゃないかと、初めて雪のある暮らしをするんで大丈夫かなと思ってたんですけど、案外1年目はそんなに雪が降らなくて、もちろん車の雪下ろしとかはしたんですけど、家の前とかそんなに雪積もることもなくて、思ってたよりは過ごしやすかったです。はい。なんか一回すごいそれを痛感したのは、家出るときは雪降ってなくて、あんまり道とかにも全然雪がなかったんですけど、札幌に用事があって、札幌方面に車で走ってるとどんどん雪深くなっていって札幌方面にはすごい
雪が降っててあるみたいなのを経験したことがあるので、すごい近いんですけど、近くても結構場所によってな、雪の量というのは変わるんだなと思いました。ただ、その雪が少ない分、若干気温は低いです。なんかこれも住んでから痛感したんですけど、雪が少ない場所はこう縛れるというな、寒さと北海道弁で言うんですが、冷え込みがすごいです。だから朝晩の冷え込みっていうのはマイナス15度とか行く日もありました。だから気温は札幌より低いとか、そういうのは全然ありました。でも雪は少ないと。だからどっちがいいかっていう話だと思うんですけど、苫小牧とかな、そっちの方も雪は全然ないけど、やっぱ寒いという特徴があるので、移住する時にでも結構ヒントになるかなと思いました。1年目はほんまに雪が少なくて、多分例年に比べて全然雪が少ない年だったんで、割と余裕だったんですけど、その次の年、去年の冬は1年目に比べると結構雪が降ったかなと思います。札幌方面とか小樽でもな、ドカ雪が降って大変な日が何日かあったと思うんですけど、恵庭の方も結構1年目の時よりは積もりました。でもほんまに毎日じゃなくて何日かに1回すごい降るみたいな感じだったので、車で通勤される方とかはな、めちゃくちゃ大変かもしれないんですが、私たちはそんな毎日な出かけてたわけじゃないので、そこまで雪に対して苦労することは少なかったかなとは思います。その雪が例年並みぐらいなんかな。やと思う。だから雪が少ない方がいい人はちょっと千歳とか、やっぱ空港あるしな、そういう苫小牧とか住んだ方がいいのかなと思うし、逆に寒さが嫌という人はな、雪降ってもいいから寒いのが嫌っていう人は札幌とかがいいのかなと思いました。どこも寒いし、どこも雪は降るんですけど、結構地域によって違うなっていうのは痛感しました。で、家の家賃っていうのももちろん札幌に比べると安かったです。やっぱり札幌は都会やから、結構高くて、とはいえ例えば東京とか大阪に比べたら都会の割には全然安い方だとは思うんですけど、ちょっと離れた恵庭市に住むとかなりの金額が違いました。私たちその日本一周終わって今後の生活がどうなるかっていうのも全然想像できてなかったので、とりあえず安い方がいいよねっていうのは話してて、その家賃の安さっていうのも魅力の一つでした。実際 1LDK に住んでたんですけど、友達とか知り合いにその 1LDK でいくらの物件に住んでるという話をしたら結構驚かれるぐらいの安さでした。ちょっといくらっていうのは言えないんですけど、もう普通にびっくりするぐらいの値段やと思います。だから総じて初めて北海道に住む人でも住みやすい場所じゃないかなと思いました。私たちは恵庭以外の他の北海道の地域に住んだことないし、ちょっと具体的に比較することはできないんですけど、でも住んでほんまに良かったなって思ってます。僕たちのように札幌にも近くて、でも新千歳空港にも近いところに住みたいという方にはすごいおすすめの場所です。もしもう一度北海道に住む機会があるなら、多分また恵庭を選ぶんじゃないかなって思うぐらい、私たちにとってはすごい良かったです。ただ絶対車はな、やっぱり必須になってくるかなと思うので、車を持たずに移住したい人とか、そういう人はやっぱり札幌の方が便利かなと思います。もしな、今後北海道に移住したいと考えている人とかがいれば、一つの選択肢として参考になれば幸いです。ということで今回は北海道あるあると私たちが住んでいた場所についてお話しさせていただきました。北海道から離れてはしまったんですけど、今後も機会があればこうやって北海道の話もさせていただければなと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。